ど、旅とかしますか？旅好きですか？私は好きです。で、旅するときに、旅をしよう。よし、旅をしようと思って、国内、国外によるんですけど、国外に行こうっていうときに、まず何するかっていうと、まずね、あるアプリを見ます。卵プリン。はい、開けてみたいと思います。これは、歯の有名な、ファミリーマートで、違う、ローソンだったかな。どこだったか忘れましたが、歯の有名なコンビニで、なんと、コンビニに入って、すぐの棚を過ぎて、さらに奥の棚に行って、左に曲がって、さらに左に曲がったところにあったという、とてもスペシャルとは思えない普通の卵プリンです。はい、食べてみたいと思います。これはですね、日本で買い物をすると必ずと言っていいほどついてくる、プラスチックのスプーン。これはね、外国ではなかなかありません。はい。このプラスチックのスプーンで食べてみるよ。はい。いきます。うん。うん。美味しい。はい。ということで、プリンでした。今日はね、旅っていうテーマでね、そうそう、旅です。旅。テーマは旅です。そしてほろ酔いです。いや、旅についてちょっと語ろうかなと思ったんですけど、旅とかしますか？旅好きですか？私は好きです。で、旅するときに、旅をしよう。よし、旅をしようと思って、国内、国外によるんですけど、国外に行こうっていうときに、まず何するかっていうと、まずね、あるアプリを見ます。そのアプリは、スカイスキャナーを見ます。スカイスキャナーっていうアプリがあるんだけど、これは航空券が一番安いとこ見つけてくれるアプリだったりとか、どの月のどの日に行けば一番お得に行けるかみたいなのが出てくるアプリなんだけど、これ見ますね。これ見て、目的地入れず、とりあえず出てくるやつとかもあるし、目的地とりあえず入れてみて、そこの最安値とか出てくるんですよ。いつぐらいが安いのかって表とかグラフとか出てくるんで、それで見て、今イギリス安いんだとか、6月に行けば安いんだとかっていうのを探すみたいなことをしたりとか。で、そういうことを暇な時にポンポンポンってやってて、11月安いじゃんみたいなのが分かったら、イギリス行くならじゃあついでにアフリカ行こうみたいな。なんかそんな感じで、何かしら一緒に行けるような場所を見つけたりとかね。するんじゃないかな。はい。と思います。そう。で、スカイスキャナーと、あと宿取るときは、最近はとりあえず Google マップで宿、ホテルとか検索するんですよ。たら、ずらーって一覧出て、その日程に空いてる、まだ空きがあるやつが出てくるんですよ。で、そこパッてクリックすると、一番安いところの、安い時の値段が、その日の安い値段が出てくるんだけど、そっから、だいたいですね、一番安いのがだいたいアゴダなんだよね、アゴダ。同じホテルの一室なのに値段全然違うじゃん。そこでだいたい安いのがアゴダなんですよね。最近ね。だから結局アゴダ見てます。あとそれから、
ホテルとか飛行機とかを予約するときに、やっぱり使ってるのがクレジットカードなんですけど、クレジットカードを基本的に使います。現金あんまり使いません。なぜかというと、クレジットカードに履歴が残るんだよね。で、全部使った履歴が残って、自分がいくら使ったかとかがクレジットカードに記録されてるんですよ。で、現金使うとそれってないじゃないですか。レシートいちいちもらわないと。なんで、レシートもらうのめんどくさいから、もうクレジットカードで全部やっちゃう。で、外国、オーストラリアなんかだと、もうピッて、銀行のデビットカードピッて読み込んで決済できるのとかもあったりするので、デビットもクレジットもね、あるんで、それ使ったりとかもするしって感じで、クレジットカードで全部履歴を出します。出すのね。そしたら、それがまた全部、マネーフォワードにね、入っていくの。マネーフォワードって家計簿アプリなんだけど、家計簿に全部記録されていくんですよ。何使ったとか。で、収入まで。何やって、何が入ってきたみたいなのも全部入ってくる。だからちょっとしたバイトの給料とかもそうだろうし、なんかこう、インターネットで稼いだよっていうのも、これぐらいだったよ、今月は、みたいなのがね、出てくるよ。なんでね、クレジットカードの履歴全部、マネーフォワードに同期できるから、そういうのおすすめです。はい。で、あともう一個ね、旅するときにバックパッカーって言うじゃないですか。バックパッカーって言って、リュック背負うでしょ？リュック。で、バックパッカーのリュックってもう、どでかいの背負ってる人よく見ると思うんですよ。バックパッカーといえば。でもね、このバックパッカーで、私もうこの辺まで荷物積んで、背負ってみたんだけど、もう激重でね、歩けない。激重です、あれ。もう荷物入れまくったらマジ激重です。だからね、バックパッカーね、途中で捨てました。バックパック。捨ててスーツケースに変えました。そしたら、悪いけど、ほとんどのエリアは、スーツケースでガラガラ引いた方が楽だった。なんか山道とか行くからとかと思ってね、スーツケースで行くと、結局邪魔なんじゃないかと思ってバックパックがいいっていう説もあるんだけど、そういう人もいるんだけど、正直、あなたがよっぽど登山好きとかじゃない限り、基本、スーツケースで引いても問題ない道ばかりが、この世の中には溢れている。その一般的な観光地や先進国だけじゃなくて、もうどんな途上国でもですよ。大体スーツケースで歩けるの。大体。もしくはそんな長い距離歩かない。どうせ車乗ってるみたいな。トゥクトゥクとか乗ったり、バイクタクシー乗ったり。まあ、バイクタクシーだとスーツケースきついけど、まあなんかタクシー乗ったりとかね、してるから、リュックね、マジ重くて肩凝るんですよ。だからきついからね、一人だと。なんで、スーツケースがおすすめです。なんでね、今からあなたが旅に出るという時は、スカイスキャナーでまずどこが、いつが安いか見つけたりとか、アゴダでホテル取ってみたりとかね、クレジットカードに切り替えていって、自分が使ったお金とか、計算できるようにしたりとか。そして、なんだっけ、スーツケースがいいんじゃないっていうお話でした。くだらない話ですいませんが、今日はプリンに集中したいと思います。ということで、このプリン、同じプリン買ったよっていう人は、この人にある LINE から教えてね。その写真撮って送ってね。うん。まあまあ美味しい、これ。いいと思います。完食完食完食。ごちそうさまでした。動画をご覧いただきありがとうございます。
あなたにとって今必要な動画を目指してお送りしてまいります。本当にやりたかったことを見つけて、あなたがもっともっと自由に生きられるように、そしてあなたが生まれてきた理由に気づいて、これからの人生を毎日感動に満たせるような、そんな動画配信を目指しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。この下のボタンからお待ちしています。